テスラが人類史上初の偉業をまたしても実現します。今月、いよいよテスラ株が動き出すかもしれません。本日、テスラから出された計画によれば、ハンドルもブレーキペダルもない新型車両のサイバーキャブで、早ければ今月中に乗客を乗せられるようになります。今動画を編集中なんですが、8月23日にこのサイバーキャブの乗車イベントが行われます。この数ヶ月間、IPO に始まってスペース X 関連のイベントが目白押しとなっていました。イーロン・マスクは宇宙事業の成否を左右する新型エンジンのラプター3と新たな機体のスターシップ V3 の飛行試験などが続いていて、その反対にテスラの事業進捗ではめぼしいものがありませんでした。しかし本日、テスラ最大の株価材料ともなるサイバーキャブが発売間近との報道が出ていて、投資家はその期待を膨らませています。サイバーキャブはハンドルとブレーキ、アクセルペダルのない文字通り人間の運転を必要としない車で、免許の取得や人間の注意力によらない安全な運転ができるとされている自動車のことです。今回はこのサイバーキャブについて深掘って株価への影響を見ていきます。テスラはこのサイバーキャブの販売まで3段階で進めています。まず現在進めているのが従業員を公道でサイバーキャブに乗せるところです。そして今後数日以内に既存のモデル3やモデル Y によるロボタクシー事業の中にサイバーキャブを混ぜていきます。これによって真の意味で運転手がいらない形でのタクシーが出来上がります。そこから一般乗客へと広げていきます。テスラが現在従業員向けに伝えた社内の目標は、このサイバーキャブによるロボタクシーの導入期限を8月末としています。しかしテスラはすでにサイバーキャブも発表しているし、ロボタクシーサービスも一部地域限定ではありますが展開しているんで、今までと今回のニュース何が違うのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、今回は正真正銘のテストドライバー不在で、しかも乗客を乗せた公道での乗車・走行を行うという点です。人類史上アクセル、ブレーキペダル、ハンドルのない個人向けの自動車が乗客を乗せて公道を走るのは今回が初めてとなります。この数ヶ月間、スペース X の IPO に注目が集まっていた一方で、テスラは粛々とその準備を進めてきました。今年6月からは全米の公道でサイバーキャブを走らせていて、先月7月からはテキサス州オースティンの敷地内で従業員を乗せてそのユーザビリティチェックをしていました。そして先週には最後の準備として地元の消防当局や救急、医療機関向けに緊急時の車両の扱い方を教えるトレーニングを行って全ての準備が整いました。民間の医療機関、政府当局と連携してついにテキサス州オースティンでの走行が認められたんです。これは試験ではなくて一般利用の段階に入ったことを意味します。では実際にハンドルとブレーキペダルがないと何がどのように変わるんでしょうか。最大の変化は運転技能のない人、より多くの人が移動できるようになるので、これまでのユーザーが限られていた車両の販売台数が抜本的に増えていくことになります。その一方で大きな課題もクリアしなければなりません。例えば異常事態が起きた時に車内の人間が運転を変わることはできません。そのため想定されていない異常事態に対する訓練はこれまで幾度となく行われてきましたが、こうした対応で失敗は許されません。テスラはこうした対応にこれまで多くの時間をかけてきました。例えばサイバーキャブは遠隔のオペレーターが常に監視していて、緊急時にはオペレーションが彼らに引き継がれることになります。これらの監視はインターネット接続によるものなので、問題はネット接続が弱い地域でのオペレーションがどこまで対応できるかだったんですが、イーロン・マスクには幸いにも衛星通信があります。サイバーキャブの全車両にスターリンク衛星が完備されているのはまさにこのためで、これによって地球上のどこからでも接続して緊急時対応ができるようになっています。そもそもハンドルのない自動車には今の連邦国家道路交通安全局 NHTSA には安全基準がありません。そのため個別の免除規定が必要になります。こうした分野で先行しているのは Amazon の Zoox です。先月7月30日に NHTSA はこの Zoox に一時的な免除を出しました。年間2500台まで2年間で商用サービスとしてハンドルがない車両を公道で走らせていいよというものです。このように台数限定と期間限定であれば有料化してもいいよという免除規定が NHTSA から下されました。Zoox はそれまでは無料でしか載せることができなかったんですが、今回の対応によって公共の有料サービスとして稼働できるようになったんです。一方でテスラはこの免除規定を取得できたわけではありません。そのため今回の発表では乗客を無料で乗せるのか運賃を取る商用サービスとなるのかまだ公表されていません。これは今後の株価への影響を考える上で重要なポイントになります。運賃が取れるサービスをこのタイミングで発表されるのであれば株価材料として大きく進展することになりますが、免除規定がクリアできなければ財務への影響も小さくなります。このあたりによる現時点での株価への影響は最後に解説します。ちなみに自動運転分野でのテスラの先を走っていたのが Google です。
Google の Waymo は2026年3月時点で無料車両の走行を2億2060万マイル、先月7月8日にはサンディエゴ、ラスベガス、タンパ、デンパーの4都市を追加すると発表し、これによってアプリを開いて誰でも呼べる都市は10カ所を超えています。一方、テスラはテキサス州オースティンやカリフォルニア州、フロリダ州などの7都市で監視なしの自動運転ソフトウェアを搭載しているのはモデル Y のみです。その走行距離は Google の2億マイルに比べて38万マイルにとどまっています。肝心の問題はこのテスラの走行距離の追い上げで、テスラが強みを持っている量産体制が今後の重要な肝になります。そこで注目すべきは設備投資額です。テスラは46月期の設備投資を前年から倍増させて58億ドルまで積み上げています。2026年通期では設備投資額250億ドルで、過去の慣行からすると例年の水準のこれは3倍近い金額を設備投資に使っていることを示しています。これらの設備投資額は大部分がコーテクスなどの人工知能学習用のデータセンター向けに割かれる予定です。現在コーテクスは2つあって、その初号機には 90MW、2号機には 115MW の電力で学習計算が行われていますが、これを年末までに2倍の 400MW に増設します。特にこの2号機ではロボタクシーの自動運転ソフトウェアに加えて、人型ロボットオプティマスで使われる人工知能の学習計算が行われています。こうした人工知能を搭載した FSD 完全自動運転では、すでに人間による運転能力、判断精度を大きく上回る自己回避能力を備えています。この映像は FSD が人間が判断できない視覚から信号無視で突っ込んでくるトヨタの車両を危険回避したシーンなんですが、私であれば赤信号で車列の陰から突っ込んでくる自動車を避けることなどはできないと思います。このように AI による超人的な判断能力を備えた自動運転は、多額の設備投資によって構築されたコーテクスでの学習によるものです。2026年、テスラによる1年間の AI 向けデータセンターの設備投資額は、コーテクスなどの建屋の建設と GPU などの設備投資の購入で 1MW あたり4000万ドルという試算があります。このアナウンス通り、学習容量が 400MW 規模になれば、400MW×4000万ドルで160億ドルの設備投資額が必要になりますから、通期250億ドルのうち実に 64% がデータセンターに流れているわけです。テスラの設備投資額は自動車の生産ではなくて、その投資額の過半数が AI に充てられているということがわかります。イーロン・マスクのサイバーキャブにかける自信がいかに大きいかを物語っています。今月末までにハンドルのない自動車が一般の乗客を乗せられるのか、その際実際に運賃を取る形でのサービス運行ができるのか、その台数をどこまで増やせるのか、このイベントは大きな株価の材料になる可能性を秘めていますが、大きなインパクトをもたらす発表はこれだけにとどまらないかもしれません。一部のメディアではテスラの関係者が8月中に新型ロードスターを発表して、スペース X のロケット飛行場でのホバリングのデモをすると報道しています。このホバリングというのはスペース X による高圧ガスの噴射でテスラのロードスターの車体を浮かせることです。これはもしかしたら自動車の車体を浮かせるほどの加速力を備えるという意味かもしれませんが、こうした新型車両の噂に続いて、今年下期には大型トラックのテスラセミの本格生産を開始し、2027年にかけての量産化、さらには来年オプティマスの生産開始などのイベントも控えています。多くの株価材料を控えて、その中で最大のサイバーキャブが始動するのであれば、株価に対するインパクトはさらに大きくなる可能性があります。サイバーキャブや FSD の普及は納車台数の拡大による売上の成長につながって、投資家が最も高く評価する高い利益率の継続課金ビジネスへと成長していく可能性があります。テスラの現在の粗利率は 19% ですが、仮にサイバーキャブによるサブスクモデルが始まると、パランティアやマイクロソフトクラウド、セールスフォースと同じように、世界最大の EV 車両が 50% 以上の高い利益率をもたらす可能性があります。株式市場では様々な憶測が続いているテスラ株ですが、こうしたイベント一つ一つを精査して将来のファンダメンタルズに基づいて長期の投資をすることが重要です。今回の内容は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。最近テスラ以外の成長株の解説が多くなっていますが、今回のようにテスラの解説が良かったよと思う方はいいね、ハイプボタンを押してもらえると嬉しいです。それ以外の方は気になる銘柄をコメント欄に記載してください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。